ちょっとやってることが多すぎて、ムードルがあんまりフォローできてないんですけど、一応こっちの方には、動画とか、講義の復習用コンテンツが、できるたびに上げていますので、こっちの方で見てもらえるといいかなと思います。はい。で、今日は演習をやりたいなということで、電流の、正常電流の話なんですが、うん、これかな、違った。これだ。ほい。まあ、授業してて言うのもなんですけど、なんでこの講義ってこんなにめんどくさいというか難しいんでしょうねという話は常々あるわけですが、一生懸命勉強しても演習が解けるかどうかってまた別の話になっちゃってて、困ったもんですね。それで、そんなこと言っても始まらないので、今日は演習を解くんですが、まあ物量が多いんですわ。それでですね、どうやって画面には映ってるの？今日は演習の日終わんないよねっていう感じなんですけど、見たらね。それで、えーっと、どうやって問題を解くかという話なんですけど、あのーそうね、ノート取ってる？ノート取って。とりあえず演習、問題いろいろずらっと並べてみて、ですね、自己学習が大事です。授業中に習ったものは演習に関して特に全く役に立たないって言っていいぐらい種類が多いので、全部載っけます。ここに。演習の解き方からなんかね、載ってます。載ってるんで、まあ見てよという感じにはなるわけですけど、えっとね、えっとね、あの、この辺にありますね。で、あの、例題、例題74の解放解説。4がなんか変だね。知ってくださいと聞けばいい。で、わかんなかったらもっと詳しく聞いてください。で、なんでそこそうなるんですかとか聞いて、あの、ダメだったら、ぜひ僕に聞いてください。こういう質問してもいいことを答えてくれませんみたいな感じで、多分授業の資料をぶっ込む量が足りないんだと思います。根節丁寧に数学的なプロセスを、僕が書いた以上に保管して書いてくれます。はい。で、授業のどこにこの式ありますかって聞いたら、ここにありますって、どういう原理で出てるんですかって、こういう原理で出てますっていうふうに、たどれるはずなんですけど、そこまでできるかどうかはわかりませんが、なんで、授業をよく理解している人は、そこまでたどらずとも、ここはいい、大丈夫、大丈夫って進めて、いや、今更ながらやる人は、そこをたどってくださいという話に多分なると思いますが、消えます。はい。なので、今日はどんな感じで話そうかなと思って決めて考えてきたんですけど、あの、ですね、大まかなマップ、開放のタクティクスを中心に話していこうかなと思ってるので、ここからあとは計算するだけっていう感じにしていきたいなと思っています。で、まだノートは書いてないですね。フレームワークはちょっと載せてますけど、赤いところの式を使うようになってます。大体。だから別にフレームワーク使って覚えなくてもいいんだけど、赤いところに書いてある式を使って、解いていくことになってて、まあ、これだけでも式が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ぐらいあるんですけど、めんどくさいですね。で、
こいつ組み合わせて解いていくということで、問題ごとに出てくるものが少しずつ変わるので、迷っちゃうから、どうやってこいつら使うかって話を中心に、ちょっと今日は例題の解説もしていきたいなと思っています。例題7の2いきます。コンデンサーで、こんな問題は、まず出ないので、あくまで例題ですけど、ノート書いていきます。シンプルなコンデンサーなんですけど、電気も通すぞという話になります。で、前回の終わりにちょっとやった断面積 S、厚さが T、ね。で、両方に導体がいて、電圧がかかってますよという絵を描いてください。こういう絵を描いてください。V とか描いてますけど、何が与えられるかは状況次第だと思っている方がいいと思います。シグマと、イプシロンですかね。シグマちゃんと書けない人は先週何も聞いてなかったって思うから、シグマちゃんと書いて。なんで6になるかだけど、書き順が違うんだと思うよ。こう書くんだよね。こうじゃないんだよね。こっからスタートしてこう書きますけど、多分。なんで、シグマを6と同じ感覚で書くんで、6になるんだろうと思います。ちなみにローも僕はこう書きます。そうね。こう書かずに、ポッポから書きます。P と区別つかない人多しっていう感じがします。あと、ここがピンって跳ねてる人もいて、多分上から書いてるんだろうなと思うんですけど、まあいいや。はい。ローはね、いや別にネットで調べたわけじゃないんで、なんとなく見分けにくいなって見てます。話がそれた。こんなコンデンサーの話をするんですけど、誘電体でもあり、一部動体的な性質も持っている、こいつでコンデンサーを組んだらどうなるのっていう話をしてるわけですけど、関連する式はこんだけあるんですけど、ちょっと整理しましょうね。ということで、まずですね、あの、演習をやると演習に書いてある式の羅列をひたすら覚える人が多いんですけど、ないかな。やめてほしいんですけどね。で、まず境界条件を理解して自分で考えるところから始めてくださいということで、このタイプの問題は境界条件の理解がないと解けないので、境界条件を理解するって書いてください。この問題は単純すぎて境界がないんですけど、境界あんまりないんですけど、境界条件の理解が大事って、理解ってだけで書いておいてくれる。これからまず始めましょうと。で、境界条件をどう使うかということです。今簡単な問題を書いてますけど、この後にすぐ、いいかな。すぐ、ここと、ここと、ここで、イプシロンとかが全部違いますよみたいなやつが出てくるので、そうすると、すぐ通用しなくなるので、境界条件できちっとどうなるかという話をしないといけないわけですね。で、境界条件は、いろいろな、教科書にもいろいろ出てるし、いろんな書き方があると思うんですけど、わかりやすく言うと、放線成分と接線成分が境界を与えてどういうふうに連続するかという話をします。で、1番。はい。画面の共有してないね。やべえ。忘れてた。言われたらすぐ思い出したよ。リモートの人はいないはずだが、録画に全く意味がなくなるところでした。ありがとう。はい。大丈夫かな。序盤録画がないけど。なんか俺見せたっけ。はい。で、境界条件を理解する。こういう問題をやりますということで、ここから本番ですな。で、境界条件を理解するということがとっても大事ですよと。で、皆さんの場合は特に、1年生の講義と違って、ガチの電磁気に入っちゃってますので、境界条件が7種類もあります。7種の変数の境界条件を書く必要があります。
を覚えておく必要があります。何種もあるのかよと思うんだけど、7種の変数ですけど、タイプは2個です。2つ。2つのみです。はい。なんで、この2つのタイプの境界条件を、きちっと使いこなせるようになるのが大事です。で、いろんな書き方があるんですけど、僕が採用しているのは、ちょっと前の、僕の師匠の先生が、書いてた方法で、こう書きます。放線方向ベクトルを n とします。境界条件の放線ベクトルを n としたときに、またいだ2つのベクトル場の里の内積が何とかになっていると。例えば、ローにします。こうなっているというのが一つ。もう一つは、ちょっとスペース空けておいてください。かけるです。まず、基本タイプを覚えてほしい。こうなります。まずこれを書いてください。基本タイプはこの2つだけです。で、7種の変数はこれのどっちかに当てはまるようになっています。パターンが決まると全部同じパターンで展開できるのが電磁気学のいいところで、覚える数を最小にしてできるだけいろんなものを対応するというのがいいところだろうと思います。まずここまでいいかな。で、どう書こうか。こいつら、変数のタイプとかで全部決まるんだけど、どこからいくかな。せっかく先週やったので、このタイプは、いわゆる、あの、資料型、資料的エクステンシブ。エクステンシブなんで、長いんで EX と書こうか。エクステンシブのやつがこっちです。で、指標型こっちです。指標的、インテンシブね。で、これにいっぱいくっついてくるんですけど、どうしようか。せっかくやけん書くか。ノート取ってくれてるから書くか。資料的な物理量ってどんな特徴があるのっていうことですけど、まずこういうふうに書かれますね。なんとかかんとかとか。こっち、こっち側、こうですね。連続の式とかがこういう形しています。単位が何たらパーメートル以上。何たらパーメートルが多いです。あと何があるっけ。あと、右辺は、根源になる源のスカラーの値です。こっち右辺は、右辺の源はベクトルですね。全部くっついてます。ちなみに上側は脇場です。大体。脇場です。つまりスカラーポテンシャルで作られる保存場の形に従うものが多いです。多いっていうか、例外がね、どっちも OK っていうのがあるんですよね。真空みたいにね。だから、まあ、ちょっと例があるけど、基本それだと思っておいてください。イプシロンとかミューとか、シグマとかかけると次元が変わってシフトするんで、切り替わるんで、そいつ混ぜ込むと、どっちか分かんなくなるんで、できるだけ混ぜ込まない純粋な式を覚えておいて、必要に応じて、あいつらかけて切り替えるのが僕はいいかなと思う。まず、
混乱せずに一回頭にぶっ込んだ後に自分でこう分かるようになったら、ヒュヒュヒュッとこうやればいい話で、最初に入れるときに混ぜ込むと整理がつかないので、気をつけた方がいいかなと。で、下は渦場ですね。大体。大体とか言われると困りますけどね。で、多分この、電磁気学シリーズではマクセルの方程式は最後にしか出てこない。だよね、多分ね。3の最後の頃に出てくる。1の時出てこなかったでしょ、ほとんど。出てきた、積分型出てきた、微分型か。まあいいや。出しますけど、これ、ガウスの定理ですね。上ね、これ。この形。ガウスです。ダイバージェンス、ガウスですね。ガウスの法則のやつですね。もっと具体的に言うと B とか D とかですね。あと J もそうです。ちなみに、前回で言うとね。で、下のやつは、E とか H とか、H はまだ出てませんけど、1年の講義でやりましたが、あと、ベクトルポテンシャルです。こいつら、こっち側です。なので、こいつらにまつわるマクセルの方程式書いたら、これはまあ書かなくてもいいですけど、B の、違う。マクセルの方程式4つ書くって言ったらこうなるわけですね。どうだっけ。そして、前回書いた、電荷保存則。マイナスの、こうだよね。こうだよね。切れてる？切れてないよね。全部同じ形してます。で、そうか、ガウスの定理と仲がいいから面積分と仲が良くて、次元がメートルの2乗分の1になってるっていうあたりが全部くっついてますよね。はい。で、一見ややこしいのは、イプシロンかけたりすると次元が変わるので、上の性格が下の性格と入れ替わるので、あれってなる場合が多いんですけど、それを注意しとけば、きちっとこの法則のにのっとるはずだという話で、物事が書けて、下はマクセルの方程式だったら、ローテーション E が、電磁誘導の法則と、アンペールの法則と、なんで俺がこう、よどみなく書けるのは、そういうルールを頭の中に入れながら書いてるからであって、スペクトルポテンシャルちょっとよくわかんないでやめときましょう。嘘書いたらまずい。はい。だけど、ベクトルポテンシャルにも、渦があるんですね。基本的にはね。はい、なんで、こういう話なので、まあ、ローテーションは渦だよね、みたいな話とかと、ぐーっとこう、くっついていくんですけど、で、ここのクロスが、ここにもちゃんと登場してて、非常に、そう、なんて入れ替わらないので、勘違いしにくいかったりするし、N クロスだから、こっちベクトルのはずです。ね。これベクトル、ベクトルで、ベクトルだから、ベクトル場ですよねっていうところからでも補完して、多分こっちだってわかる。で、ちなみに上側は、ここドットですから、これスカラーになってるんで、ここもスカラー。根源がスカラーのやつです。根源がスカラーだったら、保存場ですよね。脇場ですね。という話になるので、全部きちっとつながってます。イプシロンとかミューを入れないことが大事。入れると、混ざり始め、教科書は入ってると思います。入ってるんで、こう読んでて途中で分からなくなるのは入ってるから。入ったら用心しないといけなくて、あそこで変わってるよねっていう話になるから。だから、個人的にあんま好きじゃないのは、E のガウスの法則っていうのがあって、まあちょっと余計なこと喋ってるかな。こんな式があるんじゃないかな。ね。はい。ここにイプシロンがいるんですね。E は本来は、こっちの属性のはずなのになんでこうなってるのって、こっちにやるとここ D になるんですよね。だから E が入って、でもこれが教科書に多分出てきてる。これをより基本的だとか言ってやるから、話がわからなくなって、どっちだっけとか言い始めるわけですね。これは D のところを E に書き換えてイプシロンをこっちに動かしただけなんですけど、数学的に同じなんですけど、
なんか感覚としては、ルールを破るので、わからなくなるんですよね。でもこれ結構大きい顔しているんで、みんなが幻惑されると。で、なんか難しいねってなるわけですね。まあいいや。消します。で、こんな風にくっついてます。で、もうちょっと実地の話をしますけど、これ、両者上にガウスの法則を当てたり、下に、ストークスの定理を、ガウスの定理だ、ごめん。ストークスの定理を当てると証明問題があって、ここで必要なのは、放線方向の連続性です。放線成分の連続性の話をしています。N が境界放線なんで、それぞれ内積だから、放線成分だけが出てきます。放線成分の連続性の話をしています。で、こっち側は、接線成分の連続性の話をしています。ただし、境界に発生源がいるとずれます。発生源のせいでずれます。発生源のせいでずれますけど、発生源ゼロだったら連続です。で、連続性っていうのは、発生源を考慮しないとダメです。発生源って何ですかっていう話なんだけど、それは物理変数ごとに違います。あれば、ずれる。発生源あったらずれます。で、7つあるって言ったよね。で、全部言いますと、ごめん、7つあるって言ったよね。B、B、J ですけど、まだやってないんですけど、B、J、P ですね。P やった。分極ですね。で、下は、これに M がいます。何つじゃなくて8個やった。ごめん。8個だ。8個あるわ。8個です。ベクトルポテンシャルをちょっと無視していただいてね。ベクトルポテンシャルは、この授業の、真ん中から後で出てきます。はい。なので、そんな覚えられるかよって思うかもしれないけど、単位を覚えるのが大事だったり、そこでフレームワークですよって話になるんですけど、これ一応全部1と、1全部書くと、だからさ、全部書かなくてもいいからさ、ちゃっちゃっと書いて、どうだっけって思うだけでもいいんだけどね。P ここですね。M ここです。ローがここで、J がここ、A がここ。こんな風に並ぶんですけど、えっと、で、こうなってて、こっちアンペアで、こっちがボルトで、で、これでいいかな。同じ単位。これが、すごい。単位書いたらわかるんだけど、こいつ、アンペア、書くべきかな。ボルトセカンドメートルの事情で、ボルトパーメートルで、アンペアパーメートルですね。これは、アンペアパーメートルの事情でしたね。ちょっと大きく書きますけど、ちっちゃいから読みにくいかもしれないけど、単位こうなってるんで、どれがエクステンシブでどれがインテンシブかはわかるんじゃないかなと思いますけど、で、こういう属性になってるんです。で、それぞれ境界条件は全部、この、EX か IN かで、インテンシブかエクステンシブかで決まってます。ほぼ。あいつらを絡ませないことですね。イプシロンとかミューとか。絡ませなければそれの境界条件で OK です。
なんでこんな風になってるかというと、電圧と電流を作ったら、回路理論が成立してたのと同じ。違うまとめ属性のやつに分けると、方程式で書けるようになるということですね。それが連続の場でも成立するので、そういうふうに作ったんだと思う。だから、放線成分連続か、接線成分連続かって、そういう意味があると、まあ、いうことです。で、ここの資料に書いてあって、まだ書いてないこととしたら、マクセルの方程式とペアをなしている、この D イコールイプシロン、こいつと、こういう単位の属性と、この下に D イコールイプシロン0の E プラス P だよね。D と P は、同じ単位ですから、こうじゃないと次元解析上式がおかしくなりますよという話ですよね。で、もう一つが、B イコール、なんだっけ、ミュー0で、こっち側は H と M が同じ単位だから、カッコの付け方が違うということですね。よいしょ。M こうだよね。こうなるということになってて、あとなんだっけ。で、これもうちょっと相対型で書き換えると、これはイプシロンの E ですねっていう話と、これはミューの、H ですねっていう話と、そして、3つ目の動体の式が点種出てて、これがシグマの E ですねと。全部同じ形してるよね、みたいな話をしたわけですね。こんなになってるわけですね。なので、ちなみに、これは物理の理論を覚えておかないといけないんですけど、こいつは分極電荷で由来です。分極っていう現象なので、分極電荷です。電荷が源です。で、こっち側は心電荷が源ですね。だから、心電荷が源になるように調整すると、放線方向が連続になるという結果論だったんだと思うんですけど、心電荷が元です。データです。心電荷が源です。つまり、自由電子が源になっているやつです。で、H は、ちなみに、これも心電荷、心電流という、心電流が源です。ごめん、これ、後半の講義の内容だ。今まとめてやっといた方がいいなと思って。で、これが、自家電流が源です。自家電流ってスピンが揃うことによって、質の表面になんか電流ができてるよねっていうふうに見かけ上できるというのが、あれですね、磁石の状態ですね。だけど本当の電流じゃなくて、ないんだけど、なんか電流いるよねっていうのが自家電流で、それが揃うと磁石みたいな、電気も流れてないのに磁場が発生するという物ができるわけですけど、まあ、自家電流が源です。何が源かによって、式が変わるわけなんですけど、それは、これで言うと、これとこれでばらして話しましたけど、こ7つの方程式のうちここですね。ここは心電荷なのか、誘導電荷なのか、ごめん、分極電荷なのかという話です。ここが D になると、ここ心電荷です。で、ここが P だったら、分極電荷になる。というふうに、この源で変わるだけです。それが実際どうかというのはもう1でちょっとやったんだと思うんですけどね。境界の分極電荷密度を求めようっていう問題があると思うんですけど、その時は P を持ち出して、P の差で出さないといけなくて、ちゃんと書こうかな。やってるけど、この形式では出てないのかな ?P の、これ源がこうなってるわけですって、ちょっとみんながノート書きやすいかどうかわかんないけど、この下に、例えば、で、N の P は、エクステンシブなので、今日出てくる公式ですね。こんな書き方をします。これ、分極電荷密度です。電荷密度。ごめん、俺喋りながら書いてるから追いつくの大変か
ちょっと待とうか。はい、分極電荷密になります。一例として。D だと、マイナスつくのはね、ちょっとね、難しいのよ。マイナスつけといてください。D1、D2、D1 だったら、ローの S です。まあ、新電荷密度ですね。普通の電荷密度。これ書かなくてもいい。習ったはずだし。電荷密度。こんな風な境界条件。だから、その物理量が何に由来するかっていう源さえチェックかけとけば、いいです。基本は E、D、B、H の境界条件と J の境界条件。で、大学院クラス、今日の演習でも出てるけど、P と M が聞かれることあります。異性体境界面に流れる、なんだっけ、自家電流を答えよとか言われたら、M の差だなっていうので終わりなんですけど、はい。誘電体境界面に生じている、分極電荷密度を求めてたら、P の差ねっていう話になるわけですね。はい。P の差じゃないよ。放線成分の差ね。放線成分の差です。接線成分の差か補正成分の差が出てきます。クロスだったら接線成分ね。ドットになったら放線成分ね。はい。ドットとかクロスによって違うのは、ちょっとベクトルみんな少しやってると思うので、自分でこう検証するといいと思います。さっきの、ノートブックエレメント聞いても教えてくれると思います。なんでですかって聞いたら、こうで、こういうふうに計算したらなりますよね。はい。ということです。この証明問題は、ここに書いてある通り、ガウスの法則と、ガウスの定理と、ここから出てきますよということになっています。で、もうちょっと具体的な、話をすると、ここの下のところにありますけど、斜めってるときは、放線成分と接線成分をよく考えることが多いですね。こうやってやると、録画には何言ってるか分かんないんですけど、こうですね。で、ここに何もなきゃ、普通に連続で終わり。なんかあったら、源になるものがあると、不連続が出てきます。はい。その分不連続になります。例えば、放線連続って言われてても、ここに源いると、その放線成分の差が出てきます。よくわかんないと思うので、この斜めじゃなくて、動体の時の話がすごくわかりやすいです。一部ですけど、動体の話がわかりやすいです。おはい。動体で、これ D だと考えます。D は、エクステンシブで、放線成分の連続性を持つと言われています。動体の場合、下0です。D1 は0になります。ね、D2 ですけど、単位を、D の単位って、面電荷密度なんですよね。書くか。書いたら時間大丈夫かな。まあいいや。解き方は上げてあります。こうなってて、こうですね。D の1は0。いいか、隠れてる、すまん。D の1は0。D の2なんですけど、ベクトルが、放線ベクトル、単位ベクトル。N かけるの、ロー S です。ベクトルだよね、これね。だから、単位見たらわかる。これ、クーロンパーメートルの事情になっているので、ロー S はクーロンパーメートルの事情、つまり、面電荷密度です。普通の電荷密度は3乗ですよね。空間分布だからね。1個次元下がってます。次元上がってますか。ね、で、D の、これ偶然じゃなくて D ってこういうふうに大きさが定義されている。表面の、境界面の電荷密度と同じ値になる。というふうになっています。はい。で、この式に、これにあれ割れ当てたらいいんですけど、こうなります。
N クロスのロー SN から下0でしょ引くでしょこれ出ます。N と N は単位ベクトルだから1ですね。はい。これ出てきます。この式成立してます。はい。ここは D2、ここ D1 ですね。成立してます。で、もう一つやりましょう、ここ。上下に何もなくて、電荷密度だけが並んでるってやつですね。これもやったと思います。D1 は下向きです。下向きのマイナス2分の1ロー S の N です。ここ N がこっちですからね。はい。で、F2 は2分の1のロー SN だ。両者引くと同じです。半分の量が上と下に出てくる。ね。だからこの2つともちゃんとさっきの、この式に合ってます。はい。ですね。で、これをだから誘電体にして電場が、じゃあ、まあいいか。E がこっちしか来てなくて、だから P もこっち向きでってやって、ここにいくらですって聞かれたら、ここが D が全部 P に入れ替わって、ここは新電荷ではなくて、分極電荷になるということと、あと、符号マイナス忘れないでね、いうことだけありますけど、なんかおかしいなと思います。つじつまが合わないってなっては分かるとは思いますけど、まあ、符号だけちょっと、P って、違うんだよね。とか書いてると思うんだけどね。資料には書いてあるんで、はい。でこんな風に使います。ただ、この3つとも、フルの難しいところじゃないので、ちょっと注意がいります。はい。あと、N クロスの話もここ出てますけど、N がこっち向きで、これの差はこっち向きで、こうだから、右ネジでこう回るんで、クロスの結果はこっち向きですね。で、何が言いたいのかというと、それは、授業の後半です。要するに、境界面に電流がこっち向きに流れてると、その分だけ H の接線成分がずれると。H ですね。これはね、パーメートルの方ですね。がずれるという形で出てきます。はい。まあ、ちょっといきなり言われてもダメだと思うので、少し自分の頭の中で、組み合わせてやってみるというのが一番大事なところだろうと思います。はい。で、境界条件が分かっていることと。で、この境界条件をもとに、こんな感じだと解けるんじゃないかということを考えます。もっと具体的に言ってくださいって言われたら、一番むずいのは、その最後にあるやつで、こう焦げないやつですね。これ金属ですね。金属ですけど、この2つ物質があります。で、これは、円筒 ?9 じゃないよね。円筒で、どっちはっきり書いてない。R の事情やけん9だね、これね。9ですな。だから中心からこう、遠ざかると、だんだんバーって R の事情に合わせて弱くなっていくんだけど、境界をまたいだときに変化するかどうかという話になるわけですね。で、こう境界をこう垂直にまたぐから、D だったら維持されるということです。で変わりません。E は変わりますよっていう話になるから、じゃあ D で、ここが連続で、だけど R の事情でだんだんちっちゃくなるよっていうことで、D でだから通してかけるじゃんっていう話になって、D 使って、じゃあ E 求めていいよねって、E は不連続だよねっていうふうに話が進んでいくんだけど、一筋縄でいかないのは、今のやつと全く同じなんだけど、上の外の金属とね、こう、中間あるんだけど、こう割れてたら、いいか。こう割れてたら、こことここで連続なのはどっちって話になって、これ E が連続だってなるわけね。D は不連続になりますよね。なるわけです。だから、状況を見て考えないとダメで、鉄板はない。はい。でこれこう全部 R の事情でこう広がっていくんだけど、これだと D で考えた方がいい。連続だから。で、入試で前に出てたやつは、さらに、こう分かれてて、イプシロンの3のイプシロンの2になってるんですね。
ということは、ここの D とここの D は同じなんだけど、連続なんだけど、こいつとここは、E で連続ってなるから、それぞれの大きさがどうなるのかなって、こう、紙に書きながら、こことここ同じで、こことここ。では大体これで、関係は書けたから、あとはどうやって解くかという話になるので、最初の何を軸にして考えたらいいかを考えるときに、境界条件が分かってないと書けないですよ。プランが立てられないんですよ。で、そのプラン立てられないのに演習問題の問題だけ見て覚えるから、ちょっといじったらもうダメってなるんですね。だから、境界条件を理解して、そんな風に、振る舞うかっていうのを考えてから解きましょうねという話になるわけです。で、どうせ授業やるならこんな話をしようかなと思ったんです。で、次。で、大体、なんとかなりそうだなと思ったら、次は解放のパスをたどるっていうことをやらないといけないね。で、ED、出てくる変数の、まあ、フルラインナップだと ED、JP、HP、M の、A がないな。まあいいや、7つの境界条件の発生源っていうのは、まあもともとこれで表されてますね、と。書いたからいいよね。があると。で、例えば D は自由電子、P は分極電荷。今言った通りですね。ただし、P の向きはマイナスから出てプラスに行くけど、DE の向きはプラスから出てマイナスに行くので逆向きなんで、マイナスがついちゃいますよと言ってます。自分で落とし込んだ方がいいと思います。J は自由電子の法則則から定常状態では発生源なしというのは、先週の、電荷保存則に出てました。発生源なしだから、そうするとここだけ残るわけですね。はい、E も電磁誘導がなければ発生源ないから、こうなります。ファラデーの電磁誘導法則の右辺が0になります。こんなのがとりあえず分かってて、境界条件とこう発生源を考えて、ある程度言ったら、次、構成方程式を使って与えられた変数から目的の変数にたどり着くにはどういうふうにやればいいかということを考えて解いていきます。例えば、演習7の2はこんな問題になっています。面積 S 間隔 T、平行平場コンデンサの中が、誘電率 E、導電率シグマの倍質で満たされていると。これに電圧 V を加えたときに、あとどうなるか答えよって言われてるから、出発点は V になってるわけですね。V は与えてあげようと。あとやりなさいって言われてるわけですけど、このフレームワークで見ると V とここ、V とか、電位とここあるわけですね。で、一番最後に、丁寧なことに電気抵抗 R を一番最後に書いてある、ね。電気抵抗 R を求めようと書いてあるから、R を求めるにはどうしたらいいかっていう話だけど、もうみんな知ってる通り、R、V イコール RI で求める。ということは V と I がいるじゃんっていう話になる。で V はもう与えられてるから、じゃあ I 求めりゃいいんだよねって話だけど、I どうやって求めるのっていう話になるわけですね。で、どうなるかっていうと、具体的に言うと V から E が出ます。で、E を、シグマで割ると J が出ます。で、J を空間積分すると I が出るというルートを取るわけですね。だから、使ってるのは基礎方程式の組み合わせと空間積分の力だけです。はい。形が変われば空間積分の式が変わるだけです。なので、こう、パスがはっきりしてるんですけど、問題いじるのは簡単で、V の代わりに、例えば E をいじるとか、ローだけ与えて E が間接的に出てくるよとか、締め切ると、どんどん問題のパスが長くなって難しくなっていくから、そういうふうにいじられるわけですね。はい。ここは割と簡単な問題なので、超簡単な問題ですね。V から E が出て、どうやって出すのって言ったら V のマイナスグラディエントで出るよね。でこれ一応だから割ればいいよねって終わりです。単純に。だけどこれが扇形になってると、もう違うよねって。R のマイナス1乗がついちゃうよねってなるし、球面型になったら R のマイナス2乗がつくよねってなるんで、いくらでもそこいじれるんですけど、まあここは一定だからただ割ってるだけです。だけど、E が出れば、J イコールシグマ E って方程式が、構成方程式があるから、それ使って J 出せばいいよね。で、J から I どうやって出すのっていうと、面積分すればいいよねって言って、ここでは面積分ってここの一応だから、断面積 S かけるだけですね。はい。そうすると I が出る。I が出たら、まあ V があるんだから、V と I で割ったら R が出ますよね。という流れにしかなってないわけです。
で、これは全然試験で出るようなレベルの問題ではないんですけど、これにどういうふうに、アレンジするかというと、途中でイプシロンとかシグマを変えてやる。ここで変えるとか、こうやって変えるとか。これをバームクーヘンみたいな形にするとか、球面を半分に割ったやつにするとか、するだけで、ちょっとずつ、その積分の仕方とか、値が一定じゃなくて、R に反比例して弱くなるとか、R の事情に反比例して弱くなるとかになるから、そこちゃんと分かってますかっていう話になってるわけです。はい。ハック的な話をすると、紙と鉛筆で解けるパターンって決まってて、それ以上は計算機なんで、だからみんなが試験で出会う問題はそんな大して難しくないっていう。はい。だから、それをなんとか難しくしようとして、みんな、問題出す人苦労していろいろ考えるんだろうね。はい。なので、ごめんけど、今の解く方法は、気になる人は後で見といてくださいということで、ノートブック LM からリンク貼ってあります。で、これ途中で変わるやつです。で、この問題もう一回見てみましょうか。さっきのやつに電圧 V を加えて定常状態となったときに、各物質における電解 E、電解密度、電流密度も、ちょっと問題あまりよろしくないね。ちょっと待って。この問題やったっけ俺、おかしいなと思って直したつもりだったけど。はい、まあいいや。途中で変わってると。シグマとイプシロンが、1と2で変わっちゃってると。厚さも T1 と T2 で違うというふうにしてちょっとひねってあるわけですね。で、与えられてるのは電圧 V だけ。はい。で、ここからがちょっと難しいわけですね。まず、電場いいですけど、こう、ストッと通り抜けてるんですけど、接線方向維持だから、この条件では倍数の1と2で全然連続で条件も何もないです。あんま使えないやつですね、これね。で、D なんですけど、D は維持なんですけど、ちょっとここがですね、ちょっと引っ掛けというよりも落とし穴なんで、この授業でぜひやらないといけないんですけど、この境界面に、電荷が生じます。はい。わかると思うんですけど、コンデンサーが直列になってるのと同じなんですよね。なんで、電荷います。真ん中に。陰電荷が。だから、連続じゃないです。それがわからないと、D1 と D2 がどんだけ違うかがわからないです。で、ここではですね、だから書いてありますね、境界条件がある程度物理で分かってると危ねえなと。で、J です。正常状態だと電流は途中で消滅しないので、入った分だけ出ていかないとダメなので、境界をまたいでも連続です。J 使えという話になります。はい。で、電流流れてなければ D でいけます。なぜかというと、ここに電荷が溜まることがないからね。はい。それ、流れないんだったら J からいけません。J0 です。でも、これは流れつつ、なおかつ誘電体としても振る舞うというやつなので、J でやると。ここだけまでが大変ですね。はい。あとは、ルーチンです。はい。で J で結局 V を示せばいいということになります。で、分かった範囲で E と D とかを求めてやればいいという話で、まずプランが立ちます。であとはどう解くかという話になっていて、まあ、J からスタートして、シグマ E 使って E 出して、で、E から、線積分かけて V が出るということと、J を、なんだっけ、電流に算すんだから、やってないね。電流も出すということで出ます。あ、電流求めるって出てないんだね。やってるのは、あとは機械的にやってるだけです。で、この問題では、この境界にある新電荷の電荷密度と、誘導、分極電荷の電荷密度を求めると言われています。なんで、E とか D が出たら、P は出るよね。この式からね。この式知らない？D がこっちで、P こっちで、プラスだよね。はい。移行しただけですね。P も出るよね。P が出たら P の差から分極電荷も出るし、新電荷の密度も D の差から出るよね。という話になって終わりということです。で、分からなくならないように必ず単位を見ておくということですね。はい。ね、忘れちゃうから。ね。序盤は特に。で、こうやって求めます。というのが例題7の4なんで、ちょっとこうひねるとこうなります。で、30、40分。
で、さっきちょろっと言ってるんですけど、分布した電流による解、円周7の6だったのかな。半径 A の動体球で、動体球の時どうなるのっていう話だけど、まあ、細かい話よりも、これですね。拡散して広がるタイプのベクトル場のルールを覚えておきましょう。つまり、点から球状に広がっていくときは、球表面には大体垂直に広がるっていうのは、都合いいためにそうしますけど、問題がそうなってますけど、R の事情に、こんな距離に反比例して、減衰します。小さくなっていく。当たり前だよね。大丈夫だよね。わからない人いないよね。高校中学数学のレベルだよね。で、もう一つ次元を落とすには、無限の長さの線から出てるやつを考えればいい。無限長の線上の源、線上限から、もしくは円筒になってることもありますけど、無限長のね、円筒側面に垂直に広がる。わかるかな？こうなってて、こう広がるやつですね。散々やったと思いますけど。あれ R 分の1ですね。R の、に反比例して減衰します。そして、全く減衰しない。無限に広いところからこう出てるやつは絶対変わらない。この3つぐらいの拡散放射型のベクトルバーのルールがあるから、まあ、これで大体当たりをつけるということはとっても大事で、前のやつとかだと一応無限長扱いになるんで、本当は、これは T の厚さはこの S に対して十分小さいっていう、制限がついてます。もう無限に広い面だとみなしていいですっていうことですね。ごめん、ついてないんで、問題文としては、これは、試験に入試に出したら怒られるレベルです。ちゃんと書かないとダメです。で、こういうふうになってて、まあ、このルールがある。が新たに加わって、このルールと境界をまたぐたびに境界条件が適用されるので、そいつを使って、どうやって解いていくかというプランを最初に立てるということです。はい。で、この場合も、途中で消滅しない J を使って、まあ、ベクトルバーをとりあえず考えてみましょうねという話になります。成功率がロー R で満たされてるって書いてますね。I は内側の金属球体から流れている電流の総量。電圧 V は電圧効果なので、外側から見た内側の電位となります。こんなのまあいいよ。もうそうだよね。状況次第だし。J は球面弦からの放射。R の事情に反比例。R のマイナス1乗に比例。球面上に広がるから、こんな風に仮定できるよね。アルファは未知です。で、ただし R が A の時に金属の球体表面で、積分するとこうなって、これは I と等しいからアルファはわかるよねみたいな話もすぐ出ます。はい。で、I と I がJ が見つかったから、じゃあ J から E 出して、E から E を線積分して V 出せばいいよねっていう話になって、ここからここまで積分してやると、ここの2つの電位差が出る。で、V と I が揃ったから割ったら R が出るよねで終わりです。パターンはさっきと全く同じなんだけど、拡散する場になってるので、その分の式が入ってくるということと、積分したときに、R の2乗分の1だから R 分の1が出てくるのかな、積分した結果ね。R 分の1が出てきます。円筒だと R 分の1を積分するんで、ログが出てくるっていうことになると思いますけど、まあ大体そんな感じです。でアンペールの法則を使って、ガウスの法則か。ガウスとかアンペール使って、簡単に求めることもできまして、結果は同じものが出てくる。というか、これそのものかもしれないね。はい。ということで、答えとかずらっと書いてありますけど、これ、全部覚えるの大変だと思うんで、書けます。ちゃんと分かってたら。さっきのやつをどっちかというと、よく分かんないし、聞いてなかった人は、動画でもう一回頭入れて、ああ、はいはいはいってやった方がいいと思います。これ、覚えるのはあまり、ゾッとしないですね。はい。で、ただ、今日の授業では言っとかないといけない、すごいチートな技の話をします。はい。で、すごいチートなんですけど、みんな回路理論やったから、あら
今からチート技の話をします。で、この問題解きながら、そのチート技の解説もされてるんですけど、RC イコール、これだけ書いて、イプシロンシグマのマイナス1で。これは書く。これ、すごいチートなやつです。はい。で、僕の回路理論では話をしたと思うけど、R ってオウムですね。C って、G メンスもセカンドです。で、これかけると S が出てきますけど、これ何すかっていう話ですね。これ、R と C を並列接続したときに、こういうふうに接続したときに、コンデンサーに溜まった電荷がこうやって放電されてなくなっていくときの自定数っていうやつですね。この時の、変化はエクスポネンシャル減衰でこんな風に下がっていきますけど、みんな大丈夫かなこれ。ね。タウが自定数ってやつですけど、この式をスラッと覚えられない人は、次元解析が多分身についてない人です。イプシロンの方は絶対に次元はないって言われてて、で、時間が経ったらゼロになっていくっていうのはマイナス3で出てます。ということは、下のタウは時間の次元を持ってないとダメです。ね。で、両者がイコールになったときに E 分の1ぐらいまで減衰して、その後ずーっとゼロにまで小さくなっていくっていう局面が、これ、すぐ頭に浮かぶようにしてください。多分理系では要求されてると思います。はい。だから、これとこれ、セカンドだよね。当たり前です。で、このタウが、CR の減衰自定数として表されるというのが、回路理論で出てきています。今やってんのもしかして過渡現象で。秋か。秋に出てきた。ね、コンデンサーと R。自定数ですよって。で、次元でもチェックがかかるんで、どっちかにマイナス1乗がつくことはありえないね。で、これって、イプシロンは C なのよ。で、G メンスはまあ電気伝導率だから R の逆数なんだけど、こっちが R で、こっち C なんだけど、材料の中にこれが無数のこいつが繋がってるっていうふうに見なすことができるっていう話なのよ。つまり、ちっちゃな、こういうやつが、物質の中に、こいつらがいると、同時にいると、エネルギーを溜め込んだ後に、そのエネルギーを中でこう放出して、消える自定数っていうのがあるわけ。でその話はここではしてないんだけど、チート技だから、ここの単位見たらわかると思うんですけど、もう、セカンドパーメートルがイプシロンで、これは、一瞬、あれと思ったけど、合ってんだ。もう、ですね。で、割るから、セカンド出ますね。はい。だから、マイナス1つけるの忘れないで。すぐわかるからね。そうやってチェックしてくださいよね。はい。で、同じであると。で、均一なら必ず成立って書いてくださいよ。ここに均一倍数で必ず成立します。成立します。だから、C を求めたら R はすぐ出るっていうこと。こいつは、C って断面積に、コンデンサでしょ面積に比例してでかくなって、距離に比例してちっちゃくなるでしょ平行って面積に反比例して小さくなって、距離に比例して大きくなるでしょひっくり返ってんだよね。両者かけると、面で割ったりかけたりしたやつが消えて、長さで割ったりかけたやつが消えるのよ。だから、簡単な、四角いコンデンサーと四角い抵抗で、こいつを分解してやると、これだけが残ります。
という技なんですね。で、この技を使うと何がいいかというと、こいつの、シグマもいますと、イプシロンもいますと、抵抗を求めなさいっていうときに、抵抗を求めてないで C 求めて、ごめん。ミーティングは延期だよね。ごめんね。うるさかった。何時今あと30分。C 求めてやったら R すぐ出るんだよ。だから、計算方法がちょっと分母と分子が入れ替わってるだけで全く同じなのよ。積分を通してでも。なので、この演習あたりに、こいつ使って、R 求めなさいって言ってるのに C 求めてから R 出したり、C 求めなさいって言ってるのに R 出してから C 出したりしてます。だから、ちょっとしたチート技なんですね。で、どっちでもいいから、求めやすい方法を使って求めればいいよと、まあ、いう話なんですね。で、まあ、あとはこう見ておいてください。じゃあ、ちょっとあれなんで、こういうふうにして一般化することができますね、という話です。で、電気伝導度とシグマと誘電率イプシロンが分かってたら、まあ、なんか複雑な形してても、どっちかが出れば、すぐ出るよというのを一応証明してます。別にこれいいです。ガウスの法則とか、これなんだっけ。電荷保存則を使って、いろいろ証明してますけど、別にこれいいです。まあ、いや、気になる人見ておいて。あの、あの、正しいよねって言ってるだけです。はい。で、こうやって計算すると、まあ、こんな感じで、分子と分母で消えちゃって、これだけ残ると、まあ、いう話になってます。だけど、僕らとしてチート技として使うんだったら、こんなのあったよねって。で、これ使うと、こういうのも出る。D と J にこういう関係があるよね。どうしようか。あと30分ぐらいしかない。時間ないね。なんか配った感じでなんかできる。これ、導ける。書いてもらうか。簡単やけど、めちゃくちゃ簡単やけど。配ってもらっていい？せっかくやから出席代わり。配って。強く、配ってる間に考えて。簡単よ。めちゃくちゃ簡単だけど。はい。簡単すぎる。簡単やね。簡単なんですぐ終わる。多分もう紙配られた前に、はいはい、つって、渡す人いると思うよ。多分そんなに時間かけられない。えーっと、あんまりいい問題じゃないかな。簡単すぎて。あと30分しかないでしょ？アホみたいな問題でごめんね。何やったっけ？こうだっけ？単位合ってるよね。セカンド。合ってるね。こうだっけ？こうですね。はい、合ってますね。ごめん、簡単すぎたかもしれない。
何の話って。56分。20分まででね。あ、ここ終わりか。難しく考えなくていいです。うん、先週とかやった、式で、これとこれでこうですよね。4行ぐらいで終わる。と、排出が、なり、面積分で得られる。得られる T が空路。そして J の面積分は I か。も同じ比。なる。はい、じゃあ、続き行きましょうか。TA のお二人さんごめんけど、配ったばっかりであるけど、回収してください。さて、で、演習は続くんですけど、ごめんね、全然目の前で解いてないんだけど、はい、ちょっと見てみましょうか。半径 B の半球型の導体容器に、電気伝導率、シグマの倍数を満たして、半径シグマの導体球を半径 A の導体球を絶縁する糸で吊るすと。中心が合っているときに両者の抵抗 R を求めようということで、これが今のチート技を使って解いてあるということなので、ちょっと見てみましょうかということですね。で、でもこれチート技使わなくても解けるんだけどね。コンデンサーとして解きましょうということですね。結構コンデンサーっぽいよねという話です。はい。で、式の細かいことはともかくとして、こいつに適当に Q という電荷とプラス Q とマイナス Q という電荷を加えたときに、
C イコール QV だから、Q はもう与えたと。じゃあ V がいくらになるのかということだけ考えればいいわけで、こう両者にこう与えたときに、これでも、人類別で解いてるね。こっちか。板に挟まれたものを誘電体として求めますと。電速密度、はい。電速密度を使ってますね。ここの電荷密度と、ここと、電荷はここと、ここに溜まるでしょう。ね、こことここに溜まる。それ大丈夫なの？それ大丈夫？大丈夫じゃない？やったよね、でもね。1の範囲だよね。ね、こっち側に、例えば、ここプラスで、ここマイナスで、プラスでってなるのかな多分。ガウスの法則使えばいいんだけど、多分ね。合ってると思うんだけど。はい。で、ここ電速密度がこうあるでしょと。R の事情で、Q だよね。R の事情で広がる電速密度があるけど、ここの D の値は、ここにある電荷密度と同じなので、それで解きます。同じだよねって言って。で D の値出るよね。Q がある。で、Q があったらここ電荷密度が出る。電荷面密度出る。それが D の値で、それが R の事情に従ってこう弱くなってるから、で、D は出たと。D を出たら E が出るよね。E 出たら E を今度こうやって積分していくと、こことここの電位差が出るよねって言って、いつものパターンで出せますっていうか、これ1の範囲なんで、この範囲だとね。で、2の、範囲だと、ここで出たコンデンサーが C がこう求まるから、R は、RC がこれだから、R は、こうやって求まるよって言って、この2つ知ってるからって計算するとこう出てくるという話で終わりなんですよ。別に、こう授業の資料に書いてあったから書いてるけど、普通にね、電流でも求まるよねと思うんだけど、そんなに難しさも変わんないと思うんだけど、まあ、どうだろうね。まあ、これと C と R を求めようって2つ書いてあるときに2回同じ計算するぐらいだったら、片方持ってすぐ出した方がええよねぐらいの話だと思うんだけど、出せないことはないかなと思います。はい、これはあまりそんなふうに難しいと思わないんですけど、これがちょっと難しいと俺は思ってたんだけど、そうでもないかも。これ無限に長い2つの導体の間を、なんか、導体っていうか半分抵抗がある電気伝導率がシグマの倍数で埋めましたと。この2つの抵抗を出しなさいと言います。で、何が面倒かというと、電流がこう流れればいいんだけど、こうぐるっと回って流れたりとかするから、そいつのを全部足し込まないと、電流が出ないから、なんか難しそうだなと思うんだけど、実際はできますけどね。はい。で、これは、後ろ、次のページ解説書いてあるけど、やっぱりコンデンサで出した方がいい。コンデンサだと、この導体の中にある単位長さあたりに入ってる Q は、もうそれしかないから、すぐわかる。で、電位差は、どこでも同じだから、同じなんだから、一番直線のところだけ計算すればいいということだから、結構クリアはクリアです。コンデンサの方が。で、R を出そうと思ったら V と I がいるから、こうやって計算して V 出した後、ここからこうはみ出て、こう出てる J を全部こう面積分しないといけないのってなるから、ちょっとビビるかな。はい。実際はそんなことないんだけどね。はい。ただちょっと難しい考え方がいります。J はこの表面で、一定じゃないです。近いところの方が多分多いです。なので、そういうことを考え始めると、あれってなって、パニクっちゃうぐらいだったら、もう C 出して、C だったら、この中にある Q でいいから、C で出して、で、R に変換した方が多分迷わないでいい。結果は同じなんだけどね。なんで、こういう時はちょっと使えるかなと思っています。で、求め方はここ書いてあります。はい。式見て覚えてもしょうがないんですけど、やってることはもう
決まってます。適当に Q 与えてる。その時に、Q があれば、E が出ると。この場合は R の、R 分の1のに比例するやつですね。無限円の長さの円筒だからね。で、適当に計算してやって、電速密度じゃないか。電速密度でいいかな。電速密度が、表面の、同じっていうのを利用すればいいのかな。でいいのかな。違うか。ごめん、これね、違うね。これはね、それでも出るのかな、重ね合わせで。これは E を出してますね。1本のやつが出す E と、2本目のやつが、まあ、こう、電速密度を出しておいて、イプシロンで割ったら、いいか。片方が出すやつと、もう片方が出すやつを重ね合わせで書いてます。ちょっと書いた方がいいかな。時間あるの？絵が足りないよね。何なの？こうなってるんだけど、これ書くと分かんなくなるんでやめよう。R のマイナス1乗で拡散するタイプですね。ガウスの定理使うと、側面の面積がL で、あと 2πr だよね。長さが入れれば。で、単位長さあたりに QL、電荷、囲んでる電荷は QL かけるの L。合ってる？合ってるね。はい。で、円筒面を作って、この側面を突き抜けてる量は、したがって、L の 2πr に、D の絶対値の大きさをかけてやったときに、そいつが囲んでる電荷の量だからこうなる。ということで、D の大きさは、2πr 分の QL と。で、みんな書き終わったら必ず単位は、ペアセカンドパーメートルの基準だねって、これアンペアセカンドの単位長さだからメートルだよねって、ここにメートルがいるよねって、はい、合ってますよね。はい、はい。合ってますよね。チェックしない人がよく、なんか書き間違い、書き忘れて、あれとか言ってんだけど、大丈夫だよね。長さあたりの電荷だよね。合ってるね。はい。こうだよね。だから、じゃあ E は、こうだよね。で、出てる。で、1個はこうで、もう1個は、距離が E で、まあ、半径 R なんだけど、ということは、こっち側は逆向きなの。で、こっち側の D は、いかん、切れてる、ごめん。こっち側の D は同じだけど、2π 分のマイナス QL で、ただし、分母が R じゃなくて、D マイナス R とかになります。逆向きだから。なんで、まあ、この2つから合計の E を出してやればいいわけで、Q の、まあ、QL と書いちゃったけど、引き算を引き算するから、2π 分の
QL で、イプシロンを入れないといけない。R のマイナス1乗引くの、プラスか。D マイナス R の分の1。みたいなのが出ます。どっかおかしい気もするけど、大丈夫。合ってるかな？合ってるような気がする。はいはい。なして重ね合わせで出しますけど、向きが大事で、向き気をつけてねって、向き。あの、入試だと、あの、ここ、こことかついてきます。この向きが入れ替わってますよね。ここだけ強め合いますよね。大丈夫。そういうとこついてくるから、よく考えて、E には向きがある、E とか D には向きがあるよねって、青で書くけど、E にも聞こえて書くけど、この領域では、逆向きになるよね。大丈夫だよね。ここ逆向きになってるよね。逆向きになるよね、ここね。だから、ここからここの領域では、お互いは強め合うけど、反対になると、こう、符号をひっくり返るから、場合分けしないといけなくなるんだけど、この演習問題では、ここからここの間だけ議論してればいいんだけど、ここ議論しなさいとか、ここ議論しなさいって、無限円からの電位はどうなりますかとかいう話出てくると、向きちゃんとしておかないと、こう積分したときに、あれってなるから、気をつけてねっていう話。E の場合は向きがある。V 使ったらいいんだけどね、ポテンシャル使い。ポテンシャルはスカラーで向きがないから、足すときに心配しなくていいんだけど、ただね、無限円のね、大丈夫か。スカラーポテンシャルは、ログが入ってくるんじゃないかな。多分。ダイバージェンスで一回微分してから E が出てくるから、積分するんで、R 分のマイナス1乗積分するとログが出てきちゃって、まあログ出てくるけどね、定員は。それはそれで嫌な感じもするけど。ただ、向き考えなくてよくなります。どっち選ぶか好きに選んでください。はい。で、ここでは、この問題は、この2つの間だけだから、まあ強め合うんで終わりだよねって話になってて、で、この式が、これですね。E が出たから V 出しましょうって V 出してる。V が出て Q はあるんだからって C が出るよねって。ていうか C を出すために V と Q を使ってるわけだけどね。だから、そういうマップの話です。戦略マップの、解析マップの話。で、今 C 出るよね。C 出たら例の個数使って R も出しましょうって。で、終わりになります。13分。で、実際こう書いてあります。これ、ごめんね、ちょっと。はい。電極がこんな風になってます。ね。ということは、E とか、電流電流だね。電流は、こう流れてると。こう、バームクーヘンの燃流のように流れているというふうに考えればいいです。この場合は。はい。まあ考えたと解けないんだけど。奥行きは W ですと。ということで、これ見たときに、接線方向が連続を使えと言ってんだなって分かった人は OK です。ね、接線方向でしょ。つまり、こう、少しずつ接線が R に従って、小さくなっていくのかな、おそらく。長さが増えていくからね。小さくなっていくんだけど、一応、こう流れてるってことは J の、この密度っていうのが、J の密度ではダメで、ごめん。E の話でしないといけない。E だったら接線連続って考えるから、ここは割りかしスパッといって、E から J 出せばいいんだ。多分そうだと思う。いう話で動かしていってます。これなんでかというとね、J で行くと失敗するのはね、あのね、ここから出てる電流密度が一定じゃないんですよ、確か。
ここの電位とここの電位が等しくなるようにすると、それぞれのとこから出てる、その J の大きさ違うのよね。傾斜しちゃうのよね。それを守るために。それに気づかずに、なんか一定のはずだとか言うと、もう違う答えにたどり着いてしまうので、よく見て、これ接線の連続だって思って、じゃあいいだと。いいを基軸に考えればいいんだって思いとどまるとうまくいく。だと思います。はい。と言ってます。V が出てるんだから E 出して、E だから J 出して、J を積分して、I 出して、で、こっち出してます。はい。ちなみにマズマティカで解くやつがここに多分解いてます。みんな配ってるからコピペしてペット貼ると答えが出る。そんな感じです。なんで、全部解くやつをみんなに書き写させたら、もう時間が全然いくらあっても足んないんで、演習問題7の5。これは、最後にします。映像法っていうやつを使うんで、映像法まだ教えてないんで、旧大の先生が大好きな映像法ですけど、最後の方で出てきますんで、これパス。パス。映像法と今の自定数の方式を一緒に使ってます。終わりかな。これがあるのか。大体、パターンが違うだけ。で、これも序盤で言ったと思います。ね、E とか D とか J がどこで連続とみなせるのかと。で、もうみんなはもうわかると思うんですけど、これは D ではないですねと。なぜかというと、ここに、電気流れる部分があるから、J ですねと。まず J でやりましょうって言って、J で、R の、これ 9？9 やったっけ？円筒じゃなくて、円筒だったら R の分の1、9だったら R 事乗分の1。9だね。R 事乗分の1で広がってるねと。やって、J でまず、大体当たり付けといて、で、J から E 出して、E から D 出してってやるんだと思います。はい。ということです。あとは、まあ、ルールに従って解いていくだけなんですけどね。解いてる様子が出てます。はい。一応見といてください。もう終わりかな。厚さ T、無限平面上に半径 A の円筒型電極がある。はい。A の電気抵抗が ρR で、電極から流れる電流が I のとき、円筒中心から R の距離の板状の点の電位を求めよう。はい。電極表面の電位。電流が I で入るから、ここからずっと広がっていくんだよね。J が出るよね。J が出たら E が出て、E が出たら、線積分して V が出て終わりかな。多分。そんな話をして、J が出ます。J は広がっていくだけです。縦には広がらなくて、横方向に広がるから、R 分の1で広がっていきますねって。そこから、J が分かったら、E が出ますね。E が出たら、V が出ますねって解いてますね。なので、そういう話です。最後のやつはあんまり関係ないっていうか、これ CR のやつで出すんで、やっぱここ使ってる。なんで今日はチート技のこれという話をちょっとしました。これローだけど、これシグマのマイナス1です。これは昔のやつ。ローどっちですかって、電荷密度の話ですか、抵抗率の話ですかってなるんで、僕はこれ使わないようにしてたんですけど、こう生き残ってますね。はい。ここはシグマって直したのにね。はい。ということで、今日はこんな感じで、あの、それぞれはどうでもいいというよりも、もう覚えきれないというか、パターンが多すぎるので、個人的には、一生懸命言語化したのは、これとこれです。はい。はい。境界条件分かってないとダメと。境界条件はいくつかのタイプがあるんで、それできちっと出せますと。終わりかなもう。終わり終わったね。はい。で、落ち着いて、あとはどれからどれを求めたらいいのか、与えられているのは何かということを見て求めていってくださいということです。はい。
それで大概対処できるんじゃないかと思いますけど、はい。ということなんで、できるだけ、解き方のそのものを覚えるようなことよりも、なんかそういうのを少し覚えた方がいいんじゃないかなと思います。はい。紙は回収したよね。はい。じゃあ今日はこれまでにしましょう。はい。こういう油田体がこういうふうに回ってるときって、この胴体がどうでいいんだから、ここからここまで積分したのと、ここからここまで積分したの一緒だから、これ結局こことここが連続。同じで。だって、生成成分が同じってことは、ここからここまで積分した値も同じ。ってことはもうこことここは E が連続ってこと。E が連続？これって E が連続。こうだよね。胴体だよね。こうなってて、上が胴体だよね。でこう分かれてるよね。こことここが同じってことだよね。ああ、そうです。E1、こことここが同じってこと。で、これだんだん多分ちっちゃくなるよね。はい。だんだんちっちゃくなるよね。これね。で、こうを積分すると V が出るでしょ。はい。こうを積分すると V が出るでしょ。はい、同じじゃないといけないよね。そうです。ね。だから、卵が先か鶏が先かなだけなんね。はい。そうそう。これとこれが揃ってないといけないから、それぞれは同じと。で、ここから D が出るじゃん。はい。ここから D1 が出るね。はい。で、これが、ここに来たときに、ここの D1 の大きさと、ここの D2 の大きさ違うんだけど、そうです。ね。それはね、要するに、ここの境界のこっち側のロー S と、こっち側の境界のロー S は同じじゃないってことを言います。この分布が変わる。そうそう。結構なってて、境界があると、ここの分布とここの分布実は一緒じゃないっていう話に。濃い部分と薄い部分。そう。そうなる。はい。それで質問が取れます。はい。それで合ってます。OK ですよ。はい。ごめん、それ全然見てない。出しといて、後でちゃんと、評価に入れるから。ちょっと第2回がなくて、はい。第3回のところの期限が多分第2回になってて。ごめん、直しとく。ちょっと、そっち今で手が回ってなくて。はい、やります。はい。はい。